だからその例の少女の絵やろ。酒のせいか、俺は胸焼けとともに目覚めることが多い。そのため、朝食をとることさえめったになかった。あ、そうか。うーん。あ、そういうことか。ごめんね。ごめんね、喋ってばっかで。そうか。その違和感はそういうことか。酒飲んどるアルコール中毒者って、どうしてもネガティブな人間が多いのよ。うん。アル中って。酒に逃げとるわけだからさ、ネガティブな感情がすごい渦巻いとって、やっぱ達也自身も過去に負い目を持っとるっていう部分はあるものの、普段の言動からはネガティブなマイナス面というかさ、割と自分から愛で喋る人やねんか、最初に言ったように。うん。それがその酒の雰囲気がなかったから、多分そこだ。うん。そのせいだ。性格としてはすごい前向きでポジティブなんだけど、過去に負い目を持っとるっていう状態で、それが酒のせいではないからさ。うん。アル中だからそうなのかっていうわけでもないし、だからそこが紐づかんかったのはそういうことか。だから酒はすぐやめろわ、多分。うん。だからいつも以上に胸焼けがひどいと感じるのは、どうも飲みすぎだけが原因ではないようだ。起立礼着席。よりにもよって俺が受け持つクラスのそれも最初の授業が咲のいる教室だとは。昨日のこともあってはちゃめちゃに気まずいぞ。先生、出席を取らなくていいんですか？ああ、いや、どうして君が号令を？昨日のホームルームでクラス委員に推薦されてしまったもので、いけませんでしたか？お前は授業の号令を全て一人でこなすつもりか？いけなくはないが、うちの学園では号令は日直の役割だ。今日の日直は赤坂となっているようだが。あ、わかりました。ごめんなさい赤坂さん、余計なことをしたみたいです。いいってことよ。むしろあけびさん積極的で助かってるから。さきが生面目に頭を下げると、一つ前に座る、女子が軽い調子で手を振り返す。そうか。赤坂、あけび。なるほどね。50音順ってことか。だから席はここだな。右の一番前から2番目だな。初日やもんな。あれは昨日、校門のところまで彼女を呼びに来た子か？どうやらきちんとクラスに溶け込めているようで、なんとなく安心してしまう。その後も彼女の授業態度は生真面目そのもので、どうやらクラス委員に推薦されるのも納得の優等生らしい。こうしていると子供アニメの歌を口ずさんだり、急に泣き出したりするようには見えないな。先生、何やら温かい目で小さな子供でも見守るような顔をされているようですが、何か失礼なことを思い出しているわけではありませんよね。考えすぎじゃないか？子供扱いされるのは好きではありません。授業中やろ。覚えておこう。授業を続けるぞ。子供みたいに唇を尖らせて言われてもあまり説得力はないがな。おっと、いかんいかん。この少女は時々年齢以上に幼い顔を見せてくる。そのついて俺たちの間に横たわる問題を忘れ、つい微笑ましくなってしまう。それにどうやら彼女にも今すぐ昨日のことを持ち出す気はないらしい。おかげで最初の心配を裏切り、つつがなく授業を終えることができた。このまま諦めてくれるといいのだがな。そうして警戒していたほどの変化が起こることもなく、その日の放課後を迎えていた。平和で退屈な日常が太っちょな猫の姿をして膝の上であくびをかいている。
なのに肩透かしを食らったような気分にさせられるのは、まさか俺もどこかで変化を求めていたのだろうか。あら、まさかもう私の原稿に目を通してくれていたの？てっきりもっと後回しにされるかと思っていたけれど。ああ、おかげさんで他にやることもないもんでな。俺はブーヤンを撫でながら反対の手で A4 用紙にプリントされた原稿の束を操っていた。たぐっていたか。実は授業のない時間は結構暇だったりする。授業の準備も春休みのうちに1学期の中間あたりまでは済ませてあるからな。部活の顧問やクラス担任などを引き受けてない限り、それほど真面目に勤労に勤しまずとも、そのくらいはこなせるものなのだ。だからやることがあるのはありがたかった。何より、昨夜の小説はやばいな。目の前に作者がいるってのにちょっと泣きそうだぞ。普段悪ふざけが過ぎるとしか言いようがないほどろくでもない性格をしているくせに、どうしてこんなに心を揺さぶるお話を書けるんだ。くそ、作者のことを知らなければもっと感動できたかもしれないのに。ご好評いただけてるようで何よりだわ。その渋い顔を見れば一目瞭然だもの。俺の感想なんて本当に必要なのか？いいから気になったところを言いなさい。ほら、やっぱそういう流れになるやろ。じゃあそれと同じことをあの子にやってあげればいいんじゃないって話になるやろ。ごめんなさい、本当にこれ初見プレイだからね、俺。なんだか重箱の隅をつくようで口に出しづらいのだが、本人がそう言うのなら構わないか。まだ最後まで読み終わっていないが、一箇所ある。この主人公、旗本ってことは当然日本差しだよな。うん。そうね。一口に侍といっても中間、陪審、御家人でも家督を継ぐ資格のない次男以下の諸子は日本差しを認められないことも多かったそうね。説明をありがとう。一般に侍といえば内刀と脇差しの日本差しが当たり前だと思われがちだ。だが教科書に出てくる大名行列を描く絵巻や屏風絵なんかもよく見ると一本しか刀を刺していないものも少なくない。簡単に言えば彼らは身分が低く本当の侍ではないとみなされていた。だからこいつは旗本、つまり脇差しを指しているはずだよな。それくらい分かっているわ。だから何？自分で意見を求めておいて不機嫌にならないでほしいのだが。いや、刀は腰に刺すからなんとなくのイメージでは体の横にあるような気がするかもしれないが、脇差しは腹の前を横切るように刺す。ちょうど塚の部分がへその下、丹田の前に来てるはずだ。うん。つばか。言われてみればそういう気もするけれど。いや、間違いない。盾を極めた役者は立っているだけで絵になるほど美しいものだからな。しっかり脳みそのスケッチブックに記録されている。俺も武術に詳しいわけじゃないが、これって抜きやすさだけじゃなく腹部を守るといった意味合いもあるんじゃないのか。どうやら昨夜も俺の言わんとするところが分かったらしい。もちろん作品全体としては些細なことだし、話の流れとしても違和感はない。ただこのシーン、正面に立つ花魁が男をなじるとき、みぞおちあたりをこづくだろ。身を寄せるような距離から右手で斜め下から打つと刀が邪魔になる気がしたんだよ。なるほどね。でもそれは仕方がないわ。だってその男、主人公のくせに鈍感クソ野郎なんですもの。読者だってそのくらいきつい一発を入れてほしいと願ってるはずだわ。自分で書いた作品だろ。ええ、まったくね。昨夜はなぜかにやけ顔
昨夜はなぜかやけに実家のこもった目でじとりと俺を睨む。まあ天下無双の見客が女に働きしというのはありがちだが、俺も嫌いじゃない。何よりこの2人の関係が後半そんな展開に結びつくなんて普通は絶対予想できないぞ。一旦ベタだと思わせてからのまさかの裏切りが衝撃的すぎて、早く続きを読ませてほしいと思っているところだがな。ならそうしてもらえると助かるわ。それから今言った部分の原稿を渡しなさい。何これってこの作品のこと言っとるごめんなさいね。そうだもんな。だってほら校門でアーチを見とったさきの時の話を思い出してほしいんやけどね、この学校のこの準備室から慌てて飛び出した教師が、校門のアーチの前に立っとるさきの横顔を見ることっていうのは、お前歩道からここに来たんかっていう話したじゃないですか。そういうことなんかな性格悪いね俺。有無を言わさぬ調子で手を突き出してくるので、こちらも素直に原稿を渡してやる。すると早速修正用の赤ペンを出してきて、自分の手でチェックを入れ始めてしまう。直すのか？自分で指摘しておいてなんだが、別に作者のお前がきつい一発をお見舞いしたいならこのままでもいいと思うかな。入れ方の問題だろ。ダメよ。あなたの指摘は文章だけでは分かりづらい映像的な部分が多い。小説というのはね、いくら内容が良くても最終的に映像化されないと一般大衆のレベルには広まらないものなのよ。そうだね。小説、そうだな。この話もまあするか。小説よりも漫画の方が読者って増えるじゃないですか。ね。で、漫画よりもアニメの方が読者増えるじゃないですか。ね。そうでしょ？同じ視覚情報でも動画だったり音楽だったりとか追加されるとさ、ね、絵と動きと音楽が追加されることによって同じ小説でも受ける印象って全然違うじゃないですか。ね。今の時代、特に今の時代、昔は小説を読むっていうのが一般化されとったからそんなことはなかったんだけど、現代ってさ、こうやって小説っていうのを頭の中で映像でね、想像したりとかっていうのがあれだったりとか、あと活字を読むっていう文化がなくなっとるから、だからこそ、漫画化した方が、ね、漫画になって小説が漫画化とかアニメ化になって、まあ小説が漫画化になることはないか、小説がアニメ化とかさドラマ化したことによって原作が注目されるってことってしょっちゅうあるじゃないですか、今の作品ね。でそれプラスね、漫画原作がアニメになって、ブームになるっていうこともあるじゃないですか、そういうことなんだよね。まさにこれ真理だよ。これはマジで真理だよ。その時障害になりそうな部分は可能な限り排除しておきたいの。ありあり。そういう描写は大事。そういやお前の小説まだ映画化の話とか来てないのか？実はデビュー作なんか絶対映画になると思って待ってるんだが。わお。妙に急に昨夜の手元からビキビキとプラスチックのきしむ音が聞こえてきてギョッとさせられる。どうした彼女は手が白くなるほどペンを握りしめ、歯を食いしばってこみかみの血管を痙攣させていた。どうしたいかん。どうやら天才作家様の触れてはいけない部分に触れてしまったらしい。このジャンルはね、大御所という名の老害どもで映像化の枠をぎっしり埋め尽くされ、渋滞を起こしてるようなところがあるの。あの大作家の看板を掲げたタヌキどもめ、少しは若い書き手にも道を開けたらどうなのよ。あるよね。現実でもあるよね。一回〇〇賞っていうのを受賞したらさ、
一生その肩書きを持ってさ、次の本って売ってくねか。直木賞とか芥川賞のさ、なんかそれでね、一発屋で終わる作家ももちろん多いっちゃ多いんだけど、それをうまく活用してさ、その肩書きを持って、小説書いたりとかするやつもいっぱいおんねか。それでね、その肩書きを持って、〇〇賞受賞作家の、〇〇さんのやつがドラマ化みたいなさ、こんなんしょっちゅうあんねか。そういうことなんやろうね。だったら別に時代小説にこだわらなくてもいいんじゃないか？お前ならどんなジャンルでも成功できそうだがな。ダメよ。私は私が素晴らしいと思った世界で、私が天才だということを全国民に知らしめてやりたいの。そのためにも映像化は必須だわ。お前の言う素晴らしい世界とやらは、さっきを自分で老害呼ばわりした人たちの築き上げたものじゃないのか？もちろん俺もそんな余計なことを口にするほど無謀ではない。第一俺は昔だって、ガタンのお偉方に不満を持ったりしたもんだしな。昔は俺だってガタンのお偉方に不満を持ったりしたもんだしな。そのせいか今まさに業界のしがらみにぶつかる昨夜を見て少しの憧れと懸念を同時に抱いてしまう。潰れたり潰されたりしないか。こいつはそんな玉じゃないと分かっていても不安になるのはつい自分と重ねてしまうせいなのか。それにしても意外だったわね。ここで来た。何のことだ？俺は原稿に目を落としたままそう返す。昨夜もペンの尻を唇に当てたままさりげない調子で続けた。だって私には平気で素人意見をぶつけてくるくせに、あの子の頼みは断ったでしょ。ほら、そうなるよな。いやバランスがいいんだよな。この3人のヒロインを作ったってのはもうそれだけで一つの作品だわ。バランスがいい。すごいバランスがいいんだよ、やっぱり。あの子。そう。一人で考えとる時の達也って、ああでもない、こうでもない。やっぱ、ほら、先生に対する意見もさ、先生はこうだったんですよねって。ね、達也なりの先生像を作って、そうじゃない、そうですよね。そうであってくださいっていう願望で決めつけて、それでどんどんドツボにはまっていくわけやねんか、思考の。けどこうやって人を返すことによってね、本当は気づいとるはずのことを言語化してくれるとるというかさ、感情をね。今度はページをめくる手が止まってしまう。問い返しておきながら俺の脳裏にははっきりと先の顔が浮かんでいた。てっきり安請け合いするものだと思っていたから驚いたわ。あなたに絵を描く才能があったこともかなりの驚きだったけれど、どうやら逃がしてくれる気はないらしい。まさかイロハだけでなくお前まで助けてやれなんて言い出すつもりか？そうは言わないけれど、埋め合わせしてくれたわけでしょ。結局は他の女より私の原稿を優先してくれたじゃない。その他の女って言い方やめてくれないか？しかし昨日埋め合わせを要求されてそれっきりにしているのを忘れていたな。だいたいあんなことに怒ってたくせにこの程度のことで埋め合わせになるというのがよくわからん。いや、そういやそうだったか。女ってのは順番みたいのをやたら気にする生き物だった。学生とはいえやはり女は女らしい。だから一応教えておいてあげようと思って。何が言いたい？あなたはあまり表情豊かな方ではないけれど、だからこそ細かい変化がわかりやすいのよ。本音ではあの子に指導してみたい。顔にはっきりそう書かれていたわよってね。気に入らなかったかしら。いや、仮に昨夜の言う通りだとしても
俺は天才作家様の相手だけで手一杯だからな。光栄ね。つまり女性と見れば片端から色目を使っていた不良教師もようやく制裁を決める気になってくれたということかしら。何から何まで言いがかりって、おいおい。いきなり隣にやってきた咲夜が俺の腕を押しのけるようにして肘掛けの上にお尻を乗せてきた。慌てて手を引っ込めるものの、スカートに包まれても分かるほどに形のいいヒップについ視線を奪われてしまう。この人お尻をヒップっていう人なんだ。やっぱなんかキャラに合わんな。解釈違いかな。お尻をヒップって言うんだ。じゃあ胸をバストって言うんかな。長い髪に頬をくすぐられるほど咲夜の顔が近づいてきて、妖艶な意味に至近距離から見下ろされる。だが悪いな。俺もお前の悪ふざけに今日こそ、毅然とした態度を取ると決めていた。あら、急に両手を上げたりして高3のポーズかしら。いや、教職員向けに配布されている対応マニュアルに書かれているんだ。女の学生から身体的接触を受けそうになった時は、両手を肩より高く上げる、あるいは背中側で腕を組むなど、決してこちらからは触れないと意思表示せよとな。へえ、想像を絶するほど無意味で滑稽な決まり事もあったものね。確かに。おい、こっちはノーだって言ってるつもりだぞ。だから何？まったく教育委員会というのはちゃんと教師を守る気があるのかしら。まんざらではないって感じやからな。だから所詮は立場によっての拒否でしかないから。相手があなたの意思を無視してきた場合、どうやって身を守るのかもちゃんと書かれていて。ほら、こんな風に。こら、いきなり首に腕を回してくるんじゃない。相手の意思を無視した身体的接触は単なる犯罪でだな。あなたが急に両手を上げたから抱きしめてほしいのサインかと思ったとでも言えばよかったかしら。ここら辺やっぱ達也の反応っていうのがすごいなんかガキ臭いよな。まあ童貞だからしゃあないか。やっぱでも咲夜に関してはあれだな、1対1ならこんなに強いんだよな。1対1ならやっぱこんだけ強いのさ。だから俺は否定してるだろ。だから心配ないわ。万一誰かに見られてもすかさず悲鳴を上げるつもりよ。やらんけどね。冤罪だ。ただでさえ不利な立場なのに、そんなことされたら俺は痴漢冤罪で失礼いたします。改めて鍋島先生にお願いに。おい、ノックをして相手の返事を聞いてから扉を開けるんだぞ。でもやっぱここなんだよな。ガキ臭いのはこの部分だわ、やっぱり。やっぱ、拒否っていう意思表示は立場上拒否という反応は見せるけど、行為自体にはまんざらではないっていう、一番犯罪を犯しそうな大人だよね、これって。ここら辺のやっぱ、大人と子供のバランスの作りが、なかなか達也に関しては面白いな。キャッキャー。もう、咲夜よりも早く、一番に俺が悲鳴を上げてしまう。ギャグなんだけど、ギャグになりきれてないこの空気って何なんだろう。なんでこの子はいつもタイミングが最悪なの？こんなところばかり立て続けに見られたら、これが普段の行いだと思われるに決まってる。鍋島先生は人を幻滅させる天才ですね。裏若い乙女をかどわかすなんて。あなたは歩く青少年保護条例違反です。母だってきった。
天国で泣いています。違うんだ。違うんだ。ついに社会不適合者の烙印を押されたわね。大丈夫よ。これからは私が養ってあげるわ。もちろんペットとしてね。嫌だ。違う。誤解なんだ。多分そういう反応はしないと思うな。思わず口走ったのは言えば言うほど疑わしくなる類のもので、自分でも情けなくなってしまう。いや、そんなんはもう勝手にしてくれやって、とりあえず教えてくれやみたいなスタンスじゃないかな。別にイチャつきたいわけでも先生を射止めたいわけでもない感じだから。うん。だが、さきは正義感を宿した瞳を鋭くすがめ、俺が予想もしない行動に出た。わかりました。何が？そう問い返すより早く、問答無用に俺から昨夜を引き剥がしてしまったのだ。ちょっと急に何をするのかしら。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。先生が誤解だとおっしゃっていたので、お助けしたまでです。まさかあんな慌ててること以外何も伝わらないであろう言い訳を信用してくれたのでも？残念だけど、それはあなたの主観ね。この人と私にとっては日常のありふれた光景に過ぎないというのに。つまりそれが誤解の意味よ。おい。いいえ、先生は両手を挙げていらっしゃいました。これは教職員マニュアルにおける女子学生から過度の接触があった場合に対するセクハラ対策の項によって規定された行動です。なぜそんなことをしているの？入学前に可能な限り校則とマニュアルの類へは目を通しておくよう指示がありましたが。さっきはきょとんと首をかしげ、昨夜をドン引きさせていた。やっぱディフェンスだな。ディフェンス。やっぱ、こう守りに入られちゃカウンターは返せんわな。うん。当たり前やけど。自分から手を出さなあかん。ひょっとしてあなた、ネット上に出てくる無駄に長い利用規約をいちいち読むタイプの子かしら。助けてもらっておいてなんだが、すまん。正直、俺もちょっと引いた。赴任して半年も経ってからようやく存在に気づくようなマイナーな規定を入学した時点で知ってる子がいたとは。だがなるほど。それで俺を信用してくれたのか。はい。それに昨日だっておかしいと思っていましたから。学生との間にあんな教育上問題があるような行動を取られるなんて。私は鍋島先生を信じていましたので。痛い。その信頼が痛い。いやー、この子が俺に対していい印象を持ってること自体が信じられない。別にな。うん。母親をどうにかしたってのはあくまでも敦也だけの負い目の話であって、うん。いや、こういうことってあれなんだな。どの作品というか、どのものにも言えるけど、やっぱ対話って必要なんだなって改めて思うよね。うん。こういう創作物に対して言うのもあれだけどさ、やっぱ自分はこうって思っとっても現実は違ったりとかさ、捉え方によって人が違うね、人が受け取る印象が違うっていうのもあるわけやねんか。だからそれを話し合うことによってお互いの誤解だったり認識の違いみたいなことを、すり合わせることで新しいゴールにね、本来あるべき道へ進むってことができるわけだからさ。だから絵を教えてほしいなんて頼むこともできたのか。さきの中であの事件は一体どう処理されてるんだ。かわいそうに。信じていたものに裏切られるほど悲しいことはないのにね。失礼ですが、先輩も嘘は良くないと思います。あなたね。申し遅れました。明美咲、先日入学したばかりの1年生です。どうぞお見知りおきを。来栖咲也、3年生よ。そしてこの部屋をねじろとする文芸同好会の部長でもあるわ。そうだったんですか？あなたは嘘つき呼ばわりしていたけれど、
先ほどのことも部長と顧問の間にある信頼関係に基づく健全なスキンシップに過ぎなかったというわけよ。それはごめんなさい。まさかそうとは知らず。待て待て、同好会なんて初耳だぞ。だいたいうちの学校には普通に文芸部があったろ。当たり前でしょ。たった今考えた設定なのだから。つまりただの嘘よ。引っかかったわね。何なんですかあなたは。気にするな。大方君にあっさり嘘を見抜かれたのが気に入らなかっただけだろう。こいつは誰かが騙されて慌てているところを見るのが好きなんだ。なるほど。どうやらクルス先輩は嘘をつく天才みたいですね。どうもありがとう。これでも真似事程度には小説を書くものだから嬉しいわ。ん？それと嘘が関係あるんですか？あ、やばい。先生に見てもらっとるっていうさっきの話のリバイバルだね。苦戦になっとったな。振りがあってここでオチが来るぞ。だってお話の中では堂々と嘘をかけるでしょ。上手な嘘をつくほどみんなが褒めてくれるものよ。完全に詐欺師の発想ですよね。さっきの瞳から光が消え無色透明になっていた。いかにも真面目な優等生といった感じだからな。咲夜とは相性が良くないのかもしれない。それよりあけびさん。あけびって言いにくいんだよな。何か用があったんじゃないのか？そうでした。改めて先生にお願いに上がったんです。絵を教えてくれと言ったが、まだ諦めてなかったのか？いいえ、今日はどうすれば絵を教えてくれるのか教えてもらえないかと思いまして。同じじゃないのか？違います。先生が教えてくれる気になるなら私は何でもする覚悟です。いいわね。ほらあなたも今何でもって言ったと聞き返しなさい。だからややこしくしようとするのはやめろ。だいたいお前もさっきは俺を引き受けさせようとしてたろ？あら、あなたは天才作家様の方を選んでくれたのではなかったかしら？なぜ二者択一みたいな話になるんだ。だがやはりさきにはなんとか諦めてもらうしかないだろう。そうだな。これはとある画家の話だが、そいつはかなり金にがめついと噂でな。ええ。ですが、とある画家さんも噂ほどひどい人ではなく、本当は心の温かい人かもしれませんよ。おまけに奴が描く絵は過去に自分で描いた作品のオマージュとばかりきた。そうでしょうか。似た構図の作品でもなんとか違いを出そうと苦心の爪痕が感じられて、私は好きでした。酒屋は不審げに眉を潜めるが、今度は口を挟んでこなかった。そっか、なら分かってもらえるはずだな。その画家が引き受ける仕事の最低価格は2000万からだ。2000万円ですか？やっぱりこの子、ショックを受けると急に子供っぽくなるんだな。だが、もともとプロがタダで絵を描いたり、タダで教えたりすることはありえない。もちろん俺は画家じゃなく、社会科教師だ。絵を教えてもらえることに関しても、教えることに関しても素人だからな。100万出せば描いてやるよ。仮に教えるとして1枚あたりの値段はほぼ同じと思ってくれていい。1枚あたりの値段ってですか？さっきは目を丸くしている。だがお前なら俺がどういう画家と言われていたかよく知っているだろう。このキャラクター感がすげえ透けとるんだよな。酒の剣と一緒よ。まあ多分これはね、なんだろう。今まで、達也の過去が開示されてないからこその受ける反応だと思うんだけど、その過去を開示されとった状態、まあこれから開示されるんだけど、ここでね。こっから過去が開示されるんだろうけど、こ
この段階では、だから薄いんだよな。話の出し方が。うん。人柄と言葉が合ってないっていう。それこそ、昨夜みたいに、嘘がつく、もう息をするように嘘を吐くっていうのと違う、その嘘の中にすごいなんか強がりみたいなのが、ちょっと違和感としてあるんだよな。うん。だって結局ほら、なんだろう。あれじゃん？絵を教えるのは絶対にダメだった話がさ、じゃあお金をね、まあいいわ。先進めよう。マジです。ごめんね、本当に。ほら、噂通りの人間と気づいて、さっさと諦めてくれ。なわけないやん。なんだ、たったの100万円でいいのね。そっから来たー。G？ 実は至急現金が必要になったのだけど。おい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 、なんでお前が注文しようとするんだ。話をややこしくする天才か？だって先ほどから私だけ疎外感を味わっていたんだもの。それに関しては悪いと思っているが、今だけは後にしてくれないか。ここで昨夜に100万出させるのも違うんだよな。あとさりげなく俺の足をグリグリ踏むのをやめろ。痛いぞ。注文が多いのね。そのうちクリームと衣をつけられて揚げ物にされてしまいそうだわ。カニかよ。注文の多い料理店か。そうなんだ。まあ絵を教えてくれる人間なんていくらでもいる。他を当たるん。待ってください。わかりました。100万ですね。友達100万人できるかなの100万。いやいや、その動画の友達そんなに多くはって言っちまったか。さっきはうつむいたままふらふらと準備室を出て行った。何やら100万100万とつぶやいていたのが気になってしまう。ああ、諦めさせるつもりで言ったのかもしれないけれど、あの子本気にしたのではなくて？悪役になるにも下手くそなんだよな。芝居がかっとるというか。やっぱ達也の根の真面目さというか、本性が多分そこに出とるんやろうな。だとしても、すぐに100万という金がどれだけ大きなものか気がつくさ。あいつなら道を踏み外すような真似もしないだろう。だといいけれど。ため息混じりの言葉にはかすかな非難の響きがあった。お前こそどっちの味方なんだよ。結局俺に絵を教えさせたいのかそうじゃないのかよくわからんのだが。味方っていう表現も変だしね。だって別にまあいいわ。そうね。どうやらあなたが絵を描く人間だったということは察しているつもりだけど、まだ詳しく聞いていないわよ。後にしろと言った以上はきちんと話してほしいものね。ああ、悪いな。俺は背もたれに体重をかけ天井を仰いだ。イロハに知られたのはたまたまだった。先にもまあいろいろあって知られている。だがお前にだけ秘密にしたかったわけじゃない。してたかったわけじゃない。ただ俺は自分のことを誰も知らない場所へ来たつもりで、句読点。ただ俺は自分のことを誰も知らない場所へ来たつもりでいたんだ。ひょっとして話したくないということかしら。古傷がまだ痛む。わざわざかさぶたを剥がすような真似はしたくない。ずいぶん時間が経ったはずなのに、そんなことをすれば、また真新しい血が流れ出してくる。まさか自分がこんなに弱い人間だったなんて。昔の俺が聞いたらきっと笑い飛ばして信じようとはしないだろう。大人には話したくないことの一つや二つあるものなのさ。急に大人ぶって。こういうとこだよな。やっぱそういうとこや。これもそうだわ。
急に関係ない大人っていうのを持ち出したりとか、ふわふわしとるんよね。その意思決定がさ。達也だけ。この作品上において、達也だけが、なんかその、グラグラしとる。芯がない人間みたいな。まああるんだけどね。あるんだけど、芯がない風を装っとるというか。大人を盾にするなんて嫌な逃げ方ね。大人を盾にするのが子供だからな。ああ、まったく。そんなのはろくな大人じゃない。教師なんてしてるのも本当は柄じゃないんだろうな。俺が一番それを分かっている。